まずは将来的に調整される予定の武器の中から個人的に特に気になっていた弓とそれに関連するパークについて見ていきます。紹介する内容は現在 PTS パブリックテストサーバーで試験運用されている調整案であり、今後のアップデートやプレイヤーからのフィードバックによって正式にライブサーバーへ実装される際には内容が変更される可能性があります。あくまで PTS の初期段階での調整内容なので、今後変更される可能性があることを念頭に置いてください。まずは各モジュールから順に確認していきましょう。弓本体は基礎攻撃力が大幅に強化されています。それぞれの矢の特徴も見ていきます。まずプラズマ矢。以前は敵を大きく吹き飛ばす効果がありましたが、今回はその挙動が修正される予定です。毒矢は相変わらず持続ダメージが高め、ただし効果が蓄積するまでに少し時間がかかる点には注意が必要です。火矢については広範囲に燃焼ダメージを与えていましたが、これもとうとう修正される予定です。楽しかったんですけどね、他の武器と整合性が取れてなかったので仕方ありません。爆発矢はシンプルに強そう。デモリッションエキスパートのパークでさらに火力を伸ばせるはずです。そしてウルトラサイトの矢。今後ウルトラサイト弾薬全体に大きな調整が入る予定で、威力とレンジが大幅に強化される一方で、その他の性能は抑えられ、ドロップ率も大きく低下するとのこと。今後はより貴重で高性能な弾薬として位置づけられるようです。攻撃力も非常に高くなっていますね。今回はこのウルトラサイトの矢を使って試していきます。弓用の新しいパークも使ってみます。まずはハットトリック。これは弓にとって最も注目したい効果です。なんと矢が長弾して他の敵にもダメージを与えるとのこと。どんな挙動になるのか試すのが楽しみですね。ディールシーラーは敵に付与された障害一つにつきダメージが増加するという効果。まだ具体的な条件は不明ですが、重傷のような状態もカウントされる可能性がありそうです。このパークは矢などが貫通するようになるという効果になりました。ただ敵が重なっている状況って実際の戦闘ではあまり多くない気もします。どうなんでしょうね。今回はハットトリックを中心にオンスロート構成とスキャッターショットで無力化を狙う構成で試していきます。やってきたのはおなじみのハンターズビル。ここでスーパーミュータントを相手に新しくなった弓を試していきます。いいダメージが出ますね。胴体打ちでもなかなかいいダメージ。まだ長弾は確認できません。複数の敵に長弾でダメージを与えました。これはなかなか良さそう。戦利品も確認しましょう。ウルトラサイトの矢が少しだけありますね。戦利品からの入手できる量は減ったけど、作業台で作成できる量は変わっていません。弾薬の作成量が増加するパークをつけることで大量に作成することが可能です。材料も従来より集めやすくなるみたいですね。いろいろな場所に長弾しました。
力も申し分ないし、これは楽しいです。続いておなじみのウエストテック研究センターに向かいます。これは楽しい。ハットトリックによる長弾は弓を使うならぜひ使いたいパークになりそうです。意外と遠くの敵にも長弾しましたね。これは非常に楽しいです。このままライブサーバーに実装されたらサイドアームは弓に戻そうかしら。あと投げ武器も試してみましょう。トマホークを投げます。一撃、かなりいいダメージが出ているように見えました。3000オーバーはいいダメージですね。そういえば投げ武器の軌跡の表示はパークの効果ではなくなりオプション設定になりました。今のが貫通効果でしょうか。これは強いし楽しいです。未来のウエストランドで弓とトマホークで戦う、とてもかっこいいのでは。調子に乗ってマイアラーククイーンを倒しに来ました。弓でマイアラーククイーンを倒せたらしびれますね。みんな弓使いになっちゃうかも。言い過ぎました。V ダメージによる無力化がかなりいい感じ。これはマイアラーククイーンに楽勝できますね。スキャッターショットの効果で全身くまなく重傷化、酸も吹き出さなくなり完全に無力化できています。最近のアップデートで V ダメージはとても強力になりました。弓との相性も良さそうですね。さらに調子に乗って沼地の目に向かいます。マイアラーククイーンはもちろんマイアラークキングもたくさんいるので強敵相手のテストがやりやすいロケーションです。いい感じ。ただしアクションポイントの消費が思っていたより高かったみたい。問題ないですね。スキャッターショットでまとめて重傷にしていきます。トマホークが出ません。この時は操作をしっかりできていなかったみたいです。なんか変なポーズになってしまいました。矢の長弾もいい感じですね。かなり広範囲に長弾しています。炎の矢による広範囲ダメージは修正されてしまったけどこの長弾の方が面白そう。複数の敵にヒットした時の感触がとても良いです。
かがだったでしょうか。今回は弓と投げ武器に焦点を当てたテストを行いました。まだ PTS でのテストは始まったばかりで、これはあくまで初期段階の調整ですが、現時点では非常に良い感触を得ています。長弾の挙動も面白く、投げ武器がしっかり使える武器になりそうなのも嬉しいポイントですね。今回の調整では他にも気になる内容や面白そうな変更点がたくさんあります。次回は近接武器に焦点を当てたテストを行う予定です。どうぞお楽しみに。もし今回の内容が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。これ一度行ってみたかったんですよね。